皆さん、クロードコードを使ってますか？クロードコードを使えば、Figma のデザインデータをコードに変換することができて、逆にコードを Figma のデザインデータにすることも可能です。いわゆるデザインとコードを自由に行き来できるようになるんです。これ、Web デザイナーとしての働き方がマジで変わります。まず、わからない人のために説明しておくと、クロードというのは、チャット GPT や Gemini と同じ生成 AI の一つです。作っているのはアンスロピックというアメリカの会社で、クロードはコーディングの精度が特に高いと言われています。そのアンスロピックが公式で出しているコーディングツールが今回紹介するクロードコードです。AI にコードを書いてもらうツールって色々あるんですが、クロードコードはターミナル上で動くので、最初はちょっととっつきにくいんです。でも普通の AI チャットと何が違うかというと、ファイルを直接読み書きしたり、コマンドを実行したり、プロジェクト全体を見ながらコードを書いていってくれます。チャットにコードを貼り付けてやり取りするみたいな手間が一切なくなるイメージです。今回は実際にセットアップをしながら Figma からコードへ、コードから Figma への両方の流れをやっていきます。まず大前提として知っておいてほしいのが Figma MCP という仕組みです。MCP というのは AI と外部ツールをつなぐための共通規格で、簡単に言うと AI に別のツールの情報を読み取らせるための機能です。で、Figma がこの MCP に公式で対応していて、それが Figma MCP です。これまでクロードコードから Figma を扱おうとすると、スクリーンショットを渡して雰囲気で読み取ってもらうしかできなかったんですが、Figma MCP とつなぐことで、レイヤー構造やカラーコード、余白の数値までデザインデータを正確に読み取れるようになります。では実際に使えるようにセットアップしていきましょう。ただその前に必要なプランを確認しておきます。クロードコードを使うには、クロードのプロプラン以上が必要です。これは月額$20くらいからです。Figma はプロフェッショナルプラン以上のデブシートが必要になります。どちらも無料プランでは今回の機能は使えないので、そこだけ注意してください。では実際にセットアップしていきます。まずはクロードコードの動作に必要な Node.js が入っているか確認します。ターミナルを開いて Node.v を実行してください。これでバージョンが表示されれば OK です。表示されない場合は概要欄のリンクからインストーラーをダウンロードして Node.js をインストールしてください。Node.js が確認できたら以下のコマンドを実行します。パスワードの入力表示が出るので、これはパソコンを開くときのパスワードを入力します。僕はもともとクロードコードをインストールしているので、表示はこれと異なるとは思いますが、これでクロードコードがインストールされます。次に Figma 側の設定です。Figma のデスクトップアプリを開いて、Dev モードに切り替えます。右サイドバーに MCP の項目があるので、ここにあるデスクトップ MCP サーバーを有効にするボタンをクリックします。これで Figma 側の準備は完了です。ターミナルに戻って以下のコマンドを実行します。Figma の MCP は2種類あって、デスクトップ MCP とリモート MCP というのがあります。これを両方登録する必要があるので、この2つのコマンドを実行します。これでクロードコードに Figma MCP の URL が登録されます。では次に実際に作業するプロジェクトフォルダを作成してそこに移動します。はい、ここではクロードコードラーニングというプロジェクトフォルダを作って、それを VS コードで開いています。ここからは VS コード内のターミナルで実行していきますが、もちろん先ほどのターミナルのウィンドウでディレクトリ移動して実行するでも大丈夫です。では今、プロジェクトフォルダにいる状態なので、ここでクロードを起動します。ターミナルでクロードと実行します。初回の起動時には認証オプション画面が表示されると思うので、その場合は有料プランのクロードプロ Max の項目を選択します。ここで表示されているのは、このフォルダを信用しますかということなので、1番の Yes を選択してエンターを押します。これでクロードコードが立ち上がっている状態です。次に/MCP と入力します。ここに MCP の一覧が表示されるので、ここの Figma の項目を選択して、Figma のアカウントでログインします。この右側に Connected と表示されているのを確認してください。これでクロードコードと Figma が実際に繋がった状態になっています。はい、これでセットアップは完了です。あとはここでテキストの指示を出すだけです。
まずは Figma のデザインをクロードコードで読み取ってコードを生成する流れを見ていきます。今回 Figma でこのようなカード型の記事のデザインを用意しました。これをコーディングしてもらいたいと思います。まずは Figma で取り込みたいフレームを選択した状態で、クロードコードに現在 Figma で選択しているフレームを HTML と CSS で実装してと指示します。すると、クロードコードがデザインデータを読み取ってくれて、コーディングを進めてくれます。たまにクロードコードが許可を求めてくることがありますが、基本的にはこのまま進めていいかの確認なので、イエスを選択すれば大丈夫です。頻繁に聞かないでほしいときは2番を選択します。はい、完了したみたいです。プロジェクトフォルダー内に card.html というファイルが追加されているので、これを開いてみます。はい、するとこんな感じでコーディングされています。さっきの Figma のデザインデータと比較してみます。はい、こんな感じでカラーコードや余白の数値まで本当に忠実に再現してくれてます。これまでだったら Dev モードを開いてカラーコードをコピーして余白を確認してみたいな作業が必要だったんですが、それが全部なくなります。今、フォントだけ反映されていませんが、その点はここの指示に従ってフォントを読み込む必要があります。で、このコードを見てみてもわかるんですが、かなり綺麗なコードで生成されています。次に逆方向の流れです。コードで作った UI を Figma に取り込みます。これが最近リリースされたばかりの Cloud Code to Figma という新機能です。まずはローカルサーバーを立ち上げる必要があるので、ターミナルで npxserve と実行します。これでローカルホスト3000という URL が発行されます。これを開いてみると、先ほどコーディングしてもらった UI が表示されます。で、わかりやすいようにスタイルを少し変化させておきたいと思います。はい、こんな感じで少し CSS のスタイルを変更しました。では、クロードコードに戻って指示を書いていきたいと思います。この URL を新しい Figma デザインファイルに取り込んでくださいと指示してみます。はい、するとターミナル上でどこに新しいファイルを作成しますかという案内が出るので、保存先のチームを選択します。はい、完了したみたいです。で、ここで新しい Figma ファイルが作成されましたという案内が出ているので、ここをクリックして開いてみたいと思います。はい、するとこんな感じで、先ほどはコードだったものが Figma のデザインデータとして取り込まれました。はい、コードとデザインを見比べてみても、ほとんど同じように再現されています。なんか若干ここのフォントサイズが違うように見えますが、それ以外はほとんどそのまま再現されているんじゃないでしょうか。この双方向での連携で何が変わるかというと、デザイナーとしては Figma で作ったデザインが正確にコード化されるので、なんか違うなっていう場面がかなり減ると思います。また、コードで作った UI をそのまま Figma に持ち込めるので、エンジニアとデザイナー間での共有や確認も非常にスムーズになるはずです。これまで手動でやっていたデザインとコードの情報のやり取りがほぼほぼなくなるイメージです。今回紹介したクロードコードと Figma MCP の連携はまだリリースされたばかりで発展途上な部分もありますが、デザインとコードの壁が本当にどんどん薄くなっているのを実感できると思います。気になった方はぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。